今回ね、FF7 リメイクをプレイしていただける、いろんな多くのファンの方に、どんなプレイ体験を感じてもらいたいかということなんですけども、やはりね今作のもちろんそのバトルシステムに関しても全くリニューアルしているので非常に手応えのあるものになっていると思うんですけども、それはどういうことかというと、原作はATB ではあったんだけど基本はコマンドベースの RPG だった部分があります。新しい今回7を触られる方を考えたら、昨今のゲームやはりアクションが主流になっているっていうところがあり、でもう一つ7の世界観を一番楽しむには臨場感をいかに高めるかっていうところがあって、それにはどうしてもリアルタイムの操作っていうのは必須だろうと。だから第一にそのリアルタイムでアクションさせるっていうのが第一課題というかありまして、ただ、ファイナルファンタジー全般でいうと数値とゲージの管理、これも必須、これがあって、FF だと自分は思っているので、さらに7でいうと ATB バトルっていうのがあって、そのマテリアを使って ATB を使ってっていうところの7らしさで、この FF らしさ7らしさと今のこのゲームの流れ、そのリアルタイムでアクションっていうところ、これら全てをミックスして一番バランスよく、これもまたバランスなんですけど着地させるっていうところがコンセプトです。そうですね、今回のバトルシステムは、まずアクション化っていうお題が一つあったのと、当然リメイクなので、コマンドバトルっていうところは原作から、何かしらの形では引き継ごうっていう、ところは決まってて、今回のバトルシステムってアクションバトルとコマンドバトルっていうのが融合したバトルシステムになってるんですけど、決してアクションバトルが作りたくて今のバトルになったわけではなくて、 ATB バトルっていうFF ならではのバトルシステムっていうのを今の時代に合わせてみたらどういうふうになるんだろうっていう発想から、そうするとやっぱりよりセパレートされているよりかはシームレスにやっぱりつながる方がいいので、やっぱりそうするとよりアクションっぽくゲームスタイルが変わってくる方がやっぱり今風だけど ATB の良さっていうのは残したいので、やっぱり ATB とアクションバトルっていうのをどういうふうに融合するかっていうところがやっぱすごく最初の難題というわけではないんですけど、そこにこだわって作ったバトルシステムですね。過去作のものをリメイクするっていう上で、当然過去にあった要素っていうのは、ユーザーの方たちが、体感できるようにしないといけないかなと思うので、それをどういった形で組み込めば、遊びの体感を失わずに、気持ちよくはまるかっていうところを、考えた結果自然と、過去の要素っていうのを用いるようになったっていうところになりますね。今作においてはもちろん現代なので、現代のゲームシーンって比較的アクションの手触り感、フィーリングがやっぱり主流になってる中で、いかにその原作のコマンドベースのファンと現代のアクションベースのファンを両方満足させられるかっていうのは非常に大きなテーマになっていました。アクションって言っても一言で言ってもかなりいろんな要素があると思うんですけど、例えば、単純にカメラを自由に動かして、その中でプレイヤーキャラクターも自由に動かせるっていう要素だったりとか、ボタンを押したら攻撃が出るだったりとか、あとはタイミング系の瞬発力が求められる要素だったりとか、そういったいろんなアクション要素がある中で、どこまでをアクション要素として取り入れて、その上で過去の ATB システムっていうのをどのぐらいの割合で取り入れるっていうのが、一番面白く気持ちよくなるかっていうところは、一番苦労してて、実際ずっと悩んで、それこそその敵1体作るにしても、この敵はどれぐらいの割合でそういうのを作っていこうかっていうのは結構ずっと作りながら、悩んでいたところですね。その辺が非常にどう両立されるかっていうのは非常に難しいところだったんです
ですけれども、まあその辺をこう試行錯誤しながら開発チームが組んでいって、結果的にはそのまあタクティカルモードって時間を止めて、ゆっくりとコマンドを選ぶ、まあ標準的なモードと、ショートカットキーを使うことによってそのよりアクションライクな、モードと、を、構築しました。ただ、まあそこでもちろんそれだけでもいけるんですけども、2019年の E3 で、プレイ動画をこう発表した時にファンからのこうリアクションとしてはよりこうなんかアクション寄りになりすぎちゃって、アクション苦手な自分はプレイできないんじゃないかって声が非常にこうネット上でもいろいろ多くあったので、それを受けて結構開発チームがそこからさらにもう一歩進んで考えてくれまして、今回クラシックモードっていうよりこうアクション部分がほぼ、オートで実行されて、プレイヤーはコマンド選択だけに注力できるっていうモードが誕生しました。まあ、そういう意味ではこう、3段階にプレイヤーのこうスキル、熟練度によって3段階のこうアクションからコマンドに、幅広い、プレイができる、モードを実装することができたので、まあそういう意味では非常にこう、幅広い、ファンの方に、プレイしてもらえる、ゲームとして完成したんじゃないかなと思っています。重きを置いて作ったのは、アクションとコマンド戦略性っていうところの二軸があったと思うんですけど、重きを置いたのはやはりその原作からあったコマンドと戦略性の部分で、アクション面っていうのはどちらかというとこう躍動感を出すためだったりとか、臨場感を出すためだったりっていうのに、うまく利用できないかなっていうのと、システム的にそのコマンドの方の要素に通じるような、その最初のステップとして用意したので、すごく簡単な操作でアクション部分を楽しみながら、頭を使う部分の大多数はコマンドの方の選択に使ってもらえるような形を目指して作りました。一番重要視していることは、まず僕としては分かりやすいゲームの方が好きなので、割とどのタイプのユーザーが触っても分かりやすいっていうのは大事にしてて、ただ分かりやすいっていうのは結構そのシンプルになりがちなので、なかなか奥深さっていうのを出すのが厳しくなってくるんですけど、その分かりやすい入り口から、ちゃんと遊んだ時に遊び応えがあるようなものになるかっていうのは割と毎回意識してやるようにしてます。リミットブレイクに関しては基本的には原作通りダメージを食らうと溜まっていって、で、それが一定量溜まるとすごい大技を出せるっていう要素で、そこまで変えてはないんですけど、原作だとそのペナルティに対して逆転できるよっていう要素だったと思うんですけど、今作ではそのバーストっていう新しい仕組みがあって、うまく攻めることによって大チャンスを作り出せる瞬間があるんですけど、そのバーストをすることによってもリミットゲージがたまるので、非常にピンチになった時にもたまるし、自分がうまく攻めた時にもたまるっていう風な要素にして、今作の成長要素としては、そのバトル実際にやってるところ以外でもマテリアの要素だったり、あと当然レベルアップの要素だったり、あと新しくその武器を成長させるっていう要素があって、それぞれが原作の枠を超えてもう少し成長できるように今回はしてるので、ミッドガルまでの話であってもかなりプレイヤーっていうのは後半に行くにつれて成長していろんなことができるようになっていくっていう要素は用意されてます。これは最初に、ボスのシステムを作るときに一番最初に決めたことなんですけれども、ボスに対して2つ、決めておこうというところがあって、1つがフェーズ制っていうものを導入してますと。フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3で、フェーズとフェーズの間にはカットシーンであったりとか、ちょっと演出が入ったりとかっていうところで、ちょっと箸休めというか手を休めていただいて、気分を切り替えつつ次のフェーズっていう風に進んでもらう。一番大きいのはやっぱり
まあ原作ってやっぱりコマンドバトルでキャラクターって動かない、歩かないんですよね。ボスを作るときに、その原作だと、大技があるボスとか、その特徴的な攻撃をしてくるボスは当然いるんですけれども、それって大体1種類とか、多くても2種類とかでやってくるんですけど、今回のそのバトルっていうのは、そのアクションで常にプレイヤーが動かして、で常に緊張感を保ったままのバトルにしなきゃいけないので、その時にバトルを、例えば、フェーズみたいなのがあって、でそのフェーズ1の時にこういうバトルをさせますってやってる時に、大体やってると、当然攻略法が分かってくるんで、すぐに飽きが来てしまうんですね。でそれになった時に、またこのシチュエーションを変えて、じゃあ次にこうしようみたいな感じにして、こうフェーズを切り替えたりして、ガードスコーピオン戦体験版とかで見られた方、プレイされた方は分かると思うんですけれども、シチュエーションがパッと変わって、じゃあこういうシチュエーションで、はい、またバトルスタートとなって、じゃあこういう攻略が違った攻略があります、今まで攻略してたものが通用しなくなりましたっていうような感じの流れで、常に飽きさせない工夫を取り入れてはいるんですけれども、あとそうですね、マテリア、今作でいうとその戦略的な部分でいうと、マテリアが、該当するんですけれども、まずは、ボスの情報がわからないんで、とりあえず今自分の組んでいるマテリアでバトルに臨んできました。でも時々ちょっと、強いボスとかがいて、で、時々やられてしまうこともあると思うんです。で、そうなった時に、じゃあちょっとこのバトル中にちょっとこういったこのボス、このタイミングでちょっとこの弱点が入りそうだなとか、じゃあこのマテリアでちょっと試してみようとか、そういった要素があれば、もう一回ちょっとマテリアの編成を変えてもう一回試してみようっていうふうに気になるので、そういった部分を仮に強い敵であったとしても、そういった、もう一回チャレンジしてみたくなるような、やられても納得できるような、そういった要素を、ボスに散りばめることが大事なことかと思います。でコンセプト的にはそうですね伝わる方はちょっとわからないんですけど4コマ漫画というか起承転結っていう、日本だと言うんですけれども、エンカウントして、バトルが始まり、手を見せ合いで、だんだんラウンド2というかフェーズ2ですね、フェーズ2になると今度手の内を明かしながらボスがだんだん優勢になってきつつ、フェーズ3になるとさらに大技を打ってくる、さらにそこに対して、プレイヤー側が逆転の要素を持ってくる、弱点を露出したりとかそういうところもそうですね。でフェーズ4になるともうクライマックスっていうところで、シナリオにつなげていく、ボスバトルって結局ストーリーとストーリーをつなぐこのキーになるイベントでもあるので、そこのこの起承転結を入れて、さらにそのフェーズ1個の中にこれもちょっと伝わるかどうかわからないんですけど序波球っていう序波球ですね。召喚獣ですごくこだわったところがそのユーザーの使用感が変わらないこと、あとは現実感を大切にしています。現実感っていうのは制作者サイドから言うと演出をかっこよくしようとするとその広い空間に持っていって演出する方が演出がしやすかったりとかするんですけど、今作だと狭い空間があったりとか広い空間があったり、その天井があったり天井がなかったりとかするので、それに全て対応できるように制作して、その自分が今いる場所にちゃんと召喚獣が来ましたっていう気持ちになってもらえるように調整してます。今回はちゃんとサブクエストをやるタイミングっていうのはちゃんとストーリー的にも今は一旦落ち着いて、街に一回たどり着きました、じゃあちょっとこの夜までの日はちょっと自由行動ですよね、だからいろいろ街を探索してみようよみたいな感じで、ちゃんと必ずストーリーラインを壊さないようにサブクエストなり横道にそれれる機会っていうのを設けてるので、とにかくこの FF7 のこのミッドガルのストーリーに没入してほしいっていうところが、全てに対してこだわっているって感じですね。そのミニゲームもやっぱり今作でやっぱすごく気をつけているのってやっぱストーリーライン、ストーリーだと思ってるんですね。なのでバトルにしてもミニゲームにしても急に世界観に合わないようなものが急に入ってきてミニゲームやらされてもやっぱりお話が途切れてしまうので、やっぱどのミニゲームもストーリーラインに合わせてちゃんとこのストーリーのここにこういうミニゲームが入ってくるから
やっぱりこうユーザーもそれに対して納得性があるよねっていうところをちゃんと設計してこう作ってるので、そこがこだわりですかね。まあなんか FF7 らしいなっていうところはこうきっと伝わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、まあ、今回やっぱりお話がすごくメインなゲームなので、ゲームがオープンワールドよりかストーリードリブンなゲームかというと完全ストーリードリブン的なゲームなので、お話進行でどんどんゲームが進んでいく感じのゲームになってます。ただただお話をこうずっとこう見せられていくとやっぱりこう自由度がないので、要所要所にそのサブクエストとかそのまあミニゲームがメインで必須ではないミニゲームだったりっていうものがこうあって、それによってまあそれは必須プレイではないんですけど、まあ、そこでちょっとこう他の道にそれて遊んでもらう人は遊んでもらって、やっぱり本編をやりたいなっていう人は本編に進むみたいな、そういうところでの自由度っていうのは、意識していますね。そうですね、やっぱり原作の FF7 っていうふうにこう思った時にやっぱりミニゲームっていうふうに思うユーザーって多いと思うんですよ。なのでやっぱそれに応えるべきだと私も思っているので、まあ、今作もやっぱりこう原作に負けないぐらいミニゲームっていうのをこう要所要所に入れて、やっぱりこうユーザーにこうFF7 ってやっぱミニゲーム多いよねっていうふうに思ってもらえるように、まあ、するのがもう原作リスペクトかなというふうに思っておりますね。